12週間同じ筋トレをした2つのグループ。違いは直後に10度の水へ浸かったかどうかだけ。増えた筋肉は3分の1でした。媒体四頭筋の増加量は浸からなかった群が 309g、10度の水に10分浸かった群は 103g。同じ重さを同じ回数上げています。それでもこの差がつきました。速い筋繊維の太さも同じです。効かなかった群は 17.1% 増加、使った群には意味のある変化が出ませんでした。ところがここで話が反転します。別の実験では筋繊維の肥大は同じように鈍ったのに最大筋力の伸びには差が出ませんでした。太らなかったのに弱くもなっていない。トレーニングの後の水風呂やアイスバス、回復のための行為としてすっかり定着しています。その回復が成果の一部を削っているかもしれない。削られるのは何で、削られないのは何なのか、そしていつなら使っていいのか。答えは12週間の実験と8つの研究をまとめた分析と366人分のデータを集めたレビューの中にありました。第1章、12週間で何が起きたか。2015年ロバーツらの実験です。運動習慣のある男性21人が12週間週2回の筋力トレーニングを行いました。回数も重量も両群で揃えています。違いはトレーニング直後の10分間だけです。片方は 10.1 度 C の水に浸かる。もう片方は軽く自転車を漕ぎます。これを12週間24回繰り返しました。自転車のそばは能動的回復と呼ばれる方法です。何もしないのではなく血を巡らせて回復を助ける。泥酔浴と同じく回復のために行われるものです。12週間後、大腿四頭筋の量を測りました。自転車の群は 309g 増えていました。泥酔浴の群は 103g、差は 206g です。筋繊維を直接調べると差はもっとはっきりしました。速い収縮を担うタイプ2繊維の断面積は自転車の群で 17.1% 増加、泥酔浴の群では優位な変化が出ませんでした。筋力も測られています。膝を伸ばす種目の最大重量は自転車の群が 33.8 キロ伸びたのに対し、泥酔浴の群は 17.8 キロ、およそ半分でした。第2章、止まっていたのは作り直しの合図。なぜ削られるのか。研究チームは筋肉の外側にある小さな細胞を調べました。サテライト細胞と呼ばれるものです。筋トレで筋繊維が傷むと、この細胞が分裂して筋繊維に融合します。核を供給し、太くなるための材料を作れる状態にする。筋肉が大きくなる過程の入り口です。トレーニングの48時間後、自転車の群ではこの細胞が 48% 増えていました。泥酔浴の群では意味のある増加が見られませんでした。群の差は 33% です。冷臭浴は炎症を抑えます。それが目的で行われている面もあります。ところが筋肉の作り直しはその炎症の反応を合図にして始まります。痛みや腫れを早く引かせる操作は同時に作り直しの合図も弱めていた。泥酔浴の群で起きていたのはそういうことでした。第3章、ところが筋力は落ちなかった。ここまでなら話は単純です。泥酔浴は筋トレの成果を削る。それだけで終わるはずでした。2019年、ファイフらが16人で行った実験がそこに引っかかりを残します。7週間、週3回の全身トレーニング。直後に10度の水へ15分。設計はよく似ています。筋繊維の肥大はやはり鈍りました。ところが最大筋力の伸びには両群で差がありませんでした。繊維は太らなかったのに上げられる重さは同じだけ伸びていた。筋力は筋肉の太さだけで決まるものではありません。神経が筋繊維をどれだけ動員できるか、その部分は泥酔浴の影響を受けていなかったことになります。では全体として証拠はどれくらい強いのか。2024年8つの研究をまとめたメタ分析が出ています。効果量は -0.22、泥酔浴の5倍が小さいという向きです。ただし 95% 信用区間は -0.47 からプラス 0.04、区間が0をまたいでいます。0をまたぐということは効果がない可能性も残っているということです。だから著者らの結論も弱めるかもしれないという控えめな書き方になっています。さらに著者ら自身が含めた研究の質は普通以下だと書いています。人数が少なく測り方もばらついている、強い断言ができる土台ではありません。第4章ではいつ使えばいいのか。
冷水浴が効かないわけではありません。効く相手が違うだけです。まず、筋肉痛。17の試験、366人分のデータを統合したレビューがあります。運動後の24時間、48時間、72時間、そして96時間の筋肉痛について調べました。どの時点でも冷水浴をした側の方が痛みが軽いという結果でした。痛みが減るという実感は思い込みではありません。もう一つ、種目によっても答えが変わります。2017年、ブロートチラはスプリントインターバルで同じことを調べました。19人が単回のセッションで、うち16人が6週間続けまして、ミトコンドリアを増やす経路にも、6週間後の適用にも、冷水浴による違いは出ませんでした。削られていたのは、筋肉を大きくするための反応でした。持久系のトレーニングが狙っている適用は別の仕組みで動いています。何を狙っているかで答えが変わります。試合が続く時期のように明日のパフォーマンスを優先すべき場面もあります。そこでは痛みを早く引かせる選択に十分な理由があります。エピローグ。回復と成長は違う。12週間で3分の1になった筋肉、増えなかったサテライト細胞、それでも落ちなかった筋力、そしてゼロをまたぐ効果量。正直に言えば決着はついていません。効果量は小さく、元になった研究の質も高くない。冷水浴が筋肥大を必ず削ると言い切れる段階ではありません。それでも向きは揃っています。複数の実験が同じ方向の差を報告しました。仕組みの説明もその差と矛盾しません。限界も添えておきます。中心になった実験は21人。水温も時間もトレーニングからどれだけ空けるかもまだ十分に詰められていません。分かっているのはこれだけです。痛みを消すことと筋肉を大きくすることは同じ方向を向いていない場面がある。あなたが回復のためだと思って続けてきたその習慣は本当に回復のためだけのものだったのでしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。